今私は大阪の戎橋というところに来てます。ここは道頓堀のすぐ西側にあるところで、今日はこれから道頓堀を散策してみたいと思います。現在9月の16日土曜日の午前10時過ぎです。朝の10時過ぎですので、そんなに人通りもないかなと思ってましたが、結構人通りがあります。しかも外国の観光客の方が非常にたくさん見受けられます。正面に見えるのが戎橋筋商店街ですね。これをまっすぐ行きますと大阪の二大繁華街の一つ難波の方に通じています。ここを東の方に曲がっていくと有名な道頓堀筋に入っていきます。道頓堀のシンボルになっていますカニ道楽のカニのオブジェですね。大阪王将ですね。王将というと餃子の王将が有名ですけども、関西では餃子の王将と並んで大阪王将もメジャーです。こちらも道頓堀のシンボル的なお店であります食い倒れですね。以前は食い倒れ太郎くんだったと思いますが、そういう名前のこの人形ですね。眼鏡をかけたピエロの格好をしたこの人形の実物があったんですけれども、今はその実物の人形はなさそうです。お土産屋さんになってますね。道頓堀の老舗の料理屋さんですね。フグのズボラ屋さんです。行ったことはありませんけれども、フグだとこのズボラ屋さんがまず思い浮かぶほど有名なお店です。お土産屋さんも多いですけども、やっぱり圧倒的に飲食店が多いですね。あちらは大阪の新世界に本店があったと思いますが、有名な串カツだるまさんですね。道頓堀の方のお店になります。大阪といえばのたこ焼き屋さんですね。もう開店はしてるんでしょうか。並んでらっしゃる方がいますけども、まだ準備中かもしれませんね。さっきのたこ焼き屋さんは警備員さんが10時半というふうにおっしゃってましたが、こちらのたこ焼き屋さんはもう開店されているようでお客さんが並んでます。大阪では有名な老舗のラーメン屋さん金龍ラーメンですね。夜中でも確かやってたと思いますので、飲んだ帰りに立ち寄る大阪のサラリーマンも結構いるはずです。ラーメン1杯700円ですね。この時代にしては安い。阪神優勝セールで700円なんですね。普段はいくらなんでしょうか。道頓堀を今東の方に向かって歩いています。ちょうど中間点あたりでしょうか。ここに、娯楽遊技場というのがありますね。射的屋さんですね。こうしてるとやっぱ圧倒的に飲食店が多いですね。おそらく10時半から11時頃がオープン時間帯の中心だと思います。まだまだ閉まってる準備中のお店もたくさんあります。お好み焼きのこれは千房と読みます。大阪では非常に有名なお好み焼きの老舗で、今は全国展開してますので、日本中はもとより確か海外にも支店があったように思います。値段は正直高いですけれども味は抜群です。たこ焼き屋さんは全般的にオープンが早いんでしょうか。道頓堀川に架かるもう一本の橋ですね。さっきの戎橋という大きなグリコのあった橋に比べると小ぶりな橋ではありますけれども、ちょうどここを曲がってぐるっと道頓堀界隈を一周するというのが割とよくあるコースのようです。今東側から西側にかけて道頓堀川を
眺めておりますが、こんな感じですね。観覧車いつも見るんですけれども、動いてるんでしょうか、よくわからないですが、もう少し経ちますと観光客向けの遊覧船ですね、ゴンドラが動き出します。まだ時間が早いんで営業はされてないようです。道頓堀をさらに東に進んでいきます。もう間もなく道頓堀の賑やかな界隈の終点が近づいてきます。こうやって歩いてますと非常に外国人旅行客の方が多いのがよく目につきますし、海外の言葉はですね、英語はもとより中国語、韓国語などが頻繁に飛び交ってます。コロナ前のにぎわいにまた戻るといいですね。中華物産と書かれてまして、この辺りは比較的中国料理の店が多い地域のようです。先ほどから中国料理の看板をよく見かけます。花の間、こちらも中国料理のお店ですね。画面正面上側に道頓堀と書かれたサインボードが出てきました。こちらが道頓堀商店街の一番東の端ですね。左右に走ってます大きな通りは、これは堺筋という大きな大阪のメインストリートの一つになります。平日ですと車が非常に多い通りではありますけれども、今日は土曜日ということもありまして車は非常に少ないです。再び道頓堀商店街を西に向かって恵比寿橋の方に戻っていきたいと思います。お昼前から夕方にかけてはもっとたくさんの観光客、人出が予想されます。まだ午前中なので比較的歩きやすいですが、ピークになりますとおそらくごった返して歩くのも大変なぐらいになってくると思います。いちご飴、いちご大福、あといちごのショートケーキも売られてますね。ちょっと読み方が分かりませんけれども、こちらも商店街ですね。串カツ屋さんや居酒屋さんが覗いて見えます。これはまっすぐ行きますと先ほどと同じで難波の方に通じています。飲食店に混じってこういうタックスフリーというのを掲げた松本清に代表されるようなドラッグストアもたくさん見かけます。コロナ前は中国人の方を中心にいわゆる爆買いという買い物のよく対象になっていたお店ではあるんですけれども、まだこの時間空いているようです。コロナも明けて日本の入国規制も緩和されましたので、これからまた中国人の方含めたくさんの外国人の方々が日本のいい製品を中心にたくさん買っていかれることを期待したいと思います。ボーリング場でしょうね。多分ドラゴンボールと書いてありますけれども、こちらは通りの両サイドにドラッグストアが
2軒並んで、向かい合って立ってます。昭和大衆ホルモンと書かれたホルモン焼き屋さんでしょうね。なかなかユニークな看板が目を引きます。こちらのたこ焼き屋さんはもうオープンされてて、中で、たこ焼きを楽しんでらっしゃる方も見られます。先ほど覗いた金龍ラーメンですが、行列が伸びてますね。やはり阪神タイガース優勝の700円セールというのに皆さん惹かれているのか、それとも観光名所になってますので、もともと外国人の方々が記念に召し上がっていらっしゃるのか、両方だと思いますが。回転寿司の大起水産ですね。大阪では有名な回転寿司屋さんです。繁華街には大抵店舗を持っていらっしゃるようですが、いつも賑わってます。回転寿司ではありますけれども、レベルは高いです。たこ焼き道楽若菜ですね。すごい行列です。さっき10時半からオープンと言われてたお店ですね。オープンと同時にたくさんの方がたこ焼きを求めて並んでいらっしゃいます。多分美味しいんでしょうね。商店街に面して小さな路地がありますので、ちょっと入ってみたいと思います。浮世小路と書かれてます。静かな感じがして、先ほどの道頓堀の商店街とは一線を画す静寂さがあります。落ち着いた感じでいいですね。京都にありますポント町を思い出します。そんな感じの通りですね。小道です。美味しそうな飲食店がずっと並んでます。再び道頓堀の商店街の方に戻ってみたいと思います。再び道頓堀商店街の方に戻ってきました。先ほどまで準備中だった串カツのだるまがもうオープンしてるんでしょうか。というかあれですね、これはカステラ、違いますね。串カツだるまの行列ですね。多分11時オープンなんでしょうね。中座食い倒れビルというビルを見つけまして、その正面内側に例の食い倒れ太郎くんの人形がありました。ここも大阪道頓堀の絶好の記念撮影スポットになってまして、先ほどから旅行者の方々が盛んにシャッターをしていらっしゃいます。こちらお土産屋さんですね。やはり阪神タイガースが優勝した記念に、優勝記念グッズが売られてます。こちらもたこ焼き屋さんですね。行列ができてます。いや、先ほどからたこ焼きのいい匂いがしてきますね。
道頓堀商店街のスタート地点に戻ってきました。恵比寿橋筋商店街の入り口ですね。スタートした10時よりかは人出はかなり増えてますね。飲食店もオープンする時間になってきますので、これからますます人出は多くなってくると思います。カニ道楽さんも11時からオープンですね。今準備中のようです。正面、入り口横にはですね、テイクアウトができるカニをメインにしたお弁当なんかが売られているようです。今日は大阪南にあります大阪随一の観光スポット道頓堀を歩いてみました。今日はこれから梅田の方に出てこの動画の編集作業をしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。